海外でポーカーしながらゆるりと生活するコスです。ということで今日はですね、なんと、お迎えが来ております。はい。はい。今日はですね、プライムポーカールームでですね、トナメに招待されまして、それに参加したいと思います。あ、これやな。はい。This is from Prime? Yes, sir. Okay, thank you. ガチ勢じゃなくて、ちょっと遊びに来た人、マジで参加しやすい価格帯のトナメが結構多くて、私が今から参加するやつも3000ペソかな。8000円ぐらいか。参加しやすいよね。初海外トナメじゃないけどさ、いいんじゃないかなと思いまして紹介したいと思います。着きました。到着。はい。はい。なんかさ、前にもさ撮影したことあったけどさ、結構変わったよね。これレッドカーペットまでありますよ。もうこれだ。おー、すごい。結構まだ始まったばっかりなのにね。これじゃないな。でもさ、これもさ、すごい600ペソのトナサテライメ。トね。これなんじゃない？これ違う？あ、そうね。今日がこれね。何日だ？セブンティーンのこれあ、これだ。 D1B。昨日 D1A やったんよ。あ、なるほどね。3000ペソバイン、3400ペソバインなんだ。うん。で、25000点スタート。の25分と20分ブラインドね。メインイベントは6000ペソだね。 6000ペソか。うん。あさってから19日からありますよ。これギャランティーとかってあるか。300万ギャランティー。800万だから優勝大体どうだろうね。100万ぐらいか。いいよね。うん、大体ね。5500ペソでさ、うんチャレンジして、これちょっとさ、裏話なんだけど、うん保証割れしてるらしいっすよ。めっちゃ穴場じゃないそあれ。れはだと思うよ、俺は。その時さ、発信すればよかったね。このトーナメント保証割れしちゃったらすごいおもろいんだけどね。テーブル4のシート4。はい。2025年6月17日、コスはプライムポーカークラブ主催のトーナメントシリーズのキックオフイベントに出場した。バーインは3600ペソで、日本円だと約9100円程度と安い価格帯のトーナメントでありながらも、なんと100万ペソのギャランティーが設けられているため、うっかり優勝すると30万円超の賞金が期待できる。プレイヤーの多くは地元のフィリピン人、そして次に韓国人が多い印象。100BB 以上あるレベル1こそ皆アクションは控えめだったが、 100BB を切るレベル3ぐらいからは全体的なアクションは激しくなっていった。はい、どう？あ、全然反応入らなくてさ、うん1回だけ3ベットしたら4ベット書いてきて捨てただけっていう。キングテンオフのやつ。あ、なるほどね。はいまあ残念です。休憩して引き続き頑張りましょう。はい。そして15分間の休憩が終わり、レベル4となり、ブレイク明け早々コスのアクションハンドとなった。シート2がレイズ 2BB800、 シート3コール 2BB800、 シート4のコストシート5もコール、そしてシート6の BB もコールして5ウェイでフロップが開く。フロップは3452スペード、 SBBB、 そしてオリジナルレーザーであるシート3、シート4まで全員チェックしてコストのアクション。コスベッド1000、 SB フォールド BB コール。シート3レイズ、シート4、そしてコスがフォールドし BB がコールしてヘッズアップ。ターンは7ダイヤモンド。BB がチェックしてシート3がオールイン、そして BB がコールしてショーダウン。シ
シート3はプリフロップスーパーナメレイズからのフロップでうっかりコンボドローになったチェックレイズ。 BB はバックドアなしのオープンエンドで気合のコール。ターンで運よく到着し、オールインも当然コール。なかなかに宇宙空間なポーカーには慣れが必要だが、ちょっとつけばチップは一気に増えるぬるいフィールド。しかし相手は鉄火で低レートを打っているフィリピンの猛者も多い。そんなストリートファイターのフィリピンローカルプレイヤーとコスのハンドは噛み合わず、全くポットを取れないままただチップが削られていった。そしてコスの残りスタックが 20BB を切ったぐらいで最初のオールインとなる。プラス1のシート8がレイズ、カットオフのシート2がコールし、そしてコスがオールイン。シート8がコスのオールインをコールしてシート2がフォールド。コスのハンドはキングクイーン、相手はエースデュース。フロップは37ジャック2スペード。ターンがクイーン、リバーが8でコスの勝利。ダブルアップ成功。スリーウェイで迎えたフロップで1人がオールイン。コスはフロップでコンボドローからのターンでストレート。フロップからの引き続きリードベットして相手がコール。リバーは少しだけ微妙なカードが出るも相手がチェックしたのでオールインすると相手はフォールド。フロップでオールインした相手はジャックデュースでコスの勝利。かなり大きなポットを獲得。UTG のシート8がレイズ、コスオールイン。そして BB がオールインをコールして UTG はフォールド。コスのハンドはクイーンジャック。タイミング悪く相手はエースキングだったが、どちらもライブカードで勝負にはなる。開かれたフロップはクイーンデュース3。コスのクイーンがフロップでヒット。ターンは5。しかしリバーでキングが出てコスの負け。はい、ということで残念ながら飛んでしまいましたが、なんか食事いただきまして、キムチチゲとパンケーキ、食べる前に取らなあかんかったんで。食べた後にあーっと思って、でもめっちゃ美味しいんで、また皆さんもよかったら食べてみてください。はい、もう一発いきましょうか。はい。なんとかデイ2行きたいところよね。 Thank you。はい、お次は同じテーブル。同じテーブルシートロック。Shall return. コスはリエントリーするも同じテーブルになり最初のアクションハンド。プラス2のシート2がレイズ 2.5BB2500。コスオールイン22600。すると BB もオールインし、プラス2がフォールドしてヘッズアップ。コスのハンドはキングスで相手はエース10。フロップは238-2ハート。ターンで2。リバーはクイーンでコスの見事勝利。ダブルアップ成功。UTG のシート1がレイズ 2.5BB2500。コスは55で 2.5BB をコール。SB、BB が降りてヘッズアップ。フロップは44点レインボー。シート1、ベッド2100。コス2100をコール。ターンはエース。シート1、ベッド5900。コス5100をコール。するとリバーが出る前にシート1がオールイン。リ
リバーは8でコスはフォールド。何の根拠もないパワー系のブラフへの対応は本来コスが一番得意とするスポットなのだが、本日は展開が少し厳しい。その直後ショートのオールインを BB でコール。相手はクイーン4オフスート、コスは10-9オフスート。フロップは 72J2 ハート、ターンは6ハート。リバーは8スペードでコスがストレートを完成し勝利。プライムポーカークラブの総テーブル数は80を超える。おそらくアジア最大級のポーカールームであることに間違いはない。コスのスタックは約5万点で阿部より少し下。コスは99でレイズ 2BB3000。 SB のシート8がオールイン2万5000。コスがオールインをコールしてショーダウン。相手はテンズでコスはアンダードッグ、勝率は約 20%。 フロップは6-2キング2ハート、ターンは6、リバーは5でコスの負け。後にコスはこのハンドはフォールドした方がいいかもと言っていたが、このフィールドではプレイヤーのほとんどは ASA に22プラスでオールインしそうな気もする。ハイジャックリンプイン1500、コスオールイン2万1500、 BB オールイン2万3000。ハイジャックがホールドしてヘッズアップ。コスはエース4ダイヤモンドで相手はキングクイーン。フロップは435レインボー、ターンは3、リバーは8でコスの勝利。コスダブルアップ成功。コスのスタックは4万3000で約 20BB、 阿部は7万3000。ボタンリンプイン1500、コスオールイン3万5000、ボタンコール3万5000。コスのハンドはエース4で相手はエース9。エースがドミネートしている最悪な状態。しかしフロップで4がヒット。ターンリバーともに問題なくコスの勝利。コス土壇場でまたダブルアップ成功。その後チップが減ったり増えたりしながらホールインするタイミングを伺う。コス33でオールイン。全員フォールドしてポットを獲得。なんとか生き残ってます。14位からインマネで今あと残り21人でも阿部の半分ぐらいしかない。雨半分あればね。あと7人。なんか遠いようで近いようで遠いようで近い。結構遠いと思うよ。そうやよね。この人数の7人は頑張ります。はい、頑張って。コスエース5でオールイン。全員フォールドしてポットを獲得。コスのスタックは7万7000で約 16BB で阿部の半分下。そして少しチップを減らしたところで最大のチャンスが訪れた。ハイジャックがレイズ 3BB1 万2000。そして SB のコスはここでエースクイーンが入りオールイン5万3000。すると BB もオールインしハイジャックもオールインをコールして3ウェイ。コスのハンドはエースクイーン、 SB がエースジャック、ハイジャックが10ドゥースでかなり有利な状況でフロップが開く。運命のフロップはなんとジャック66で SB がジャックをヒット。
ターンは6でテンデュースはデッド。しかしリバーは残念ながらキングで SB の勝利。コスはここで敗退となった。わあ、あれマジでトリプルアップチャンスやったのにいや最後。ーまあまあしょうがないよ。まあね、ラッキーもしましたしこっちも。はいわあ、残りあと4人やったの。残念だったなあー悔しかったマジでちょっと残念でしたけど、はい。ということで今日はですね、こんな感じでトーナメント挑戦してみました。でよかったら皆さんも日本から来てこういう安いトーナメントもね、遊びな感覚でやってみてはいかがでしょうか。はいはい、また次の動画で